こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱える人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画をお送りしています。私の簡単なプロフィールはこちらになります。今回の動画では胸・肩周りの描き方を男女別の特徴とともにご紹介します。胸はバストアップとしてとても描く頻度が高いパーツですが、意外と大事な点を見落としがちです。そこで胸・肩周りをいい感じに描くために欠かせない3つのポイントをご紹介します。1つ目が胸の骨格と背骨の S 字。2つ目が三角筋と大胸筋。3つ目が乳房と乳頭の位置。ちょっとしたポイントですが、これらを知っていると知らないとでは絵の深みに雲泥の差が出ます。この動画を最後まで見れば、あなたの推しキャラクターのバストアップが一層魅力的に描けますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは1つ目のポイント、胸の骨格と背骨の S 字について解説をしていきます。胸の骨格は正式名称を胸郭と言います。そして背骨はご存知の方も多いと思いますが、このように S 字のカーブを描いています。ですがこの S 字カーブは横向きでは理解できても、正面になると意識がすっぽ抜けてしまうことが多いんです。図の通り、胸郭にはこのように背骨の S 字に沿った斜めの傾斜があります。角度にしてだいたい30度ほど上を向いていると考えましょう。つまり胸の部分だけ少し煽りのアングルで描いてあげると、しっかり姿勢を正して胸を張ったいい感じのバストアップになるわけです。これを知らずに垂直に描いてしまうと、猫背で姿勢が悪い印象になったり、アングルがつくほど大きな違和感として表面化してしまうんです。骨格の構造や各パーツの正しい位置関係を常に意識しましょう。そして2つ目のポイントは肩の筋肉と胸の筋肉。肩の筋肉は三角筋、胸の筋肉は大胸筋と言います。三角筋は鎖骨と肩甲骨をぐるりと囲んで上腕骨の中間につく筋肉。肩の顔と言っていいくらいポピュラーな筋肉です。鎖骨と肩甲骨、上腕骨については過去の動画で解説しているので、こちらもぜひご参照ください。肩の骨格と筋肉は男性と女性とで見え方が変わります。男性は三角筋が発達しているので筋肉が主役ですが、女性は三角筋が薄いので上腕骨が代表します。皆さんも自分の肩を触って確認してみてください。胸から肩へのラインは図のような違いが出ます。男女できちんと描き分けると表現の幅が広がります。そして胸の筋肉である大胸筋は胸郭の中心にある胸骨、そして鎖骨を通り、こちらも上腕骨で停止をします。この停止位置がものすごく重要です。多くの方が肩と胸は別のパーツと考え、このように分離して描いてしまいがちですが、実際には大胸筋は上腕骨、つまり肩と腕へ直接つながっています。静止時は特に大きな問題には見えませんよね。ですがこのようにパーツが分離したまま肩を動かした場合はどうでしょう。女性の場合、このように乳房が鎖骨からぶら下がっている例もよく見かけますが、これらを解剖学的に修正するとこうなります。どうでしょうか。こちらの方が自然な一体感があるし、動きの躍動感まで感じられますよね。このように大胸筋と上腕骨のつながりを意識するだけで、バストアップのクオリティが見違えるように変わるので、ぜひトライしてみてください。そして最後3つ目のポイントは乳房の位置と乳頭の向きです。大胸筋と一言で言っても、胸は場所によって肉の厚みが全く違います。大胸筋の下には深部筋である小胸筋があり、その下が脂肪、最も肉厚な部分です。ポイントになるのはこの中央部分です。ここは深部筋も脂肪もないため、胸骨と胸郭、つまり主に骨が対表している箇所です。ですのでこの部分は半月型のスペースとして独立させましょう。
このスペースがないと乳房が上にありすぎて少しバランスの悪い見た目になります。人体には個人差があるので例外もあるでしょうが、知っていて崩すのと知らずに描くのは大きな違いです。そして意外に陥りがちな違和感が乳首こと乳頭の角度です。乳頭は正面90度ではなく左右斜め外へ向いています。だいたい45度くらいを目安に外側へ開きましょう。男性は乳頭がやたら下にあるようにも思えますが、女性の乳房を当てはめるとだいたい同じ位置にあるのがわかります。とても細かい箇所ですが、乳房と乳頭の位置と向きに気をつけるだけで微妙な違和感が減り、スマートな見た目のバストアップになります。一つ一つは小さなポイントですが、この小さな合わせ技が魅力的な人体作画につながるんです。また、なんとなく分かっていたものだとしても構造から分析するとより理解が深まるので、自信を持って作画できるようになりますよね。それでは今回の内容をまとめていきます。現在私は美術解剖学の勉強をまとめて月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。今回解説した胸と肩周りについては肩の基本と可動でより詳しく解説していますので、もっともっと知りたいという方は説明欄からぜひチェックしてみてください。以上、今回の内容をまとめますと、1つ目が胸の骨格と背骨の S 字。背骨の S 字は横からだけでなく正面アングルでもきちんと表現しましょう。胸は若干煽りのアングルで描くのがポイントです。2つ目が三角筋と大胸筋。三角筋は肩を包む筋肉で男女で見え方が違います。大胸筋は上腕骨までつながっていて肩を動かすと一緒に伸び縮みをします。2つは連動する筋肉として覚えましょう。3つ目が乳房と乳頭の位置。鎖骨の下には半月型のスペースを置きましょう。乳房と乳頭は正面を向かせず、それぞれ斜め外側に向けましょう。この3つを意識するだけで、あなたの推しキャラクターのバストアップがいい感じに描けるようになるはずです。ぜひ取り入れてみてください。このようにこのチャンネルでは、あるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録とLIKEボタンをお願いします。Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。